エヴァンゲリオン、シン・ゴジラ、こちらの2体と非常に関わりが深いキャラクターをご存知ですか？それがこちら、巨神兵。はい、こちらは2012年に公開された企画脚本庵野秀明さん、監督樋口真嗣さんによる短編映画巨神兵東京に現るの巨神兵のフィグマです。この映画は確か僕は2013年に曽我くんっていう友達の家でドラえもんおばあちゃんの思い出と一緒に見たんですけど、おばあちゃんの思い出が吹き飛ぶぐらいの衝撃を受けたんですよ。そしてその後シン・ゴジラが公開されてエヴァシリーズを全て見た今改めて見てもう買わずにはいられませんでした。エヴァやシン・ゴジラとどういったところに関わりがあるのかっていうのはね、フィギュアを見ながらお話ししていきたいと思います。ちなみにこのフィギュアは定価は3333円なんですが、今回は新品未開封で6000円ほどで購入しました。いや、相変わらずフィグマは定価が安い巨神兵。ある日、私のところに突然やってきた大学生の弟は明日大きな災いがやってくると予言。翌日、東京に突如現れた謎の巨人たちは全てを焼き尽くす。新世界の訪れの前の巨大な炎がやってくる。はい、こちら高さは 16.5 センチほど、幅は台座も含めて10センチほど、奥行きも台座を含めると10センチほどになります。素材は超硬質セラミックではなく PVC でかなり軽いです。遊戯王カードとティッシュケースと比較するとこんな感じ。そこそこの大きさって感じですね。シン・ゴジラ覚醒バージョンと比較。シン・ゴジラちょっとかがんでるけど、高さは大体同じぐらいですね。そして最近購入したこちらのロボット魂の新劇場版のエヴァ初号機。若干巨神兵の方が高さがあるといった感じですね。ちなみに寿屋のエヴァバーニングゴジラバージョンと比較すると、これが一番ちょっとでかいかな。かがんでるけどね。いやでも、この佇まい、フォルム同じですよねで、この巨神兵東京に現るっていう映画はこちら宮崎駿監督の風の谷のナウシカ、原作で漫画があってこちらは映画なんですけど、この映画の中に出てくる巨神兵のスピンオフ映画なんですよね。そしてこの劇場版風の谷のナウシカの巨神兵の原画を担当したのが庵野秀明さんと言われてるんですよね。ちなみにナウシカの映画に出てくる巨神兵は某バイオ伝説のスーパーサイヤ人に非常に似てますが、それは置いときましょう。そしてその庵野秀明さんといえばエヴァンゲリオンシリーズの総監督として有名ですよね。なのでこの2作は庵野秀明さんというところでつながってるんですよ。そしてこの巨神兵東京に現るが初公開されたのが館長庵野秀明特撮博物館ミニチュアで見る昭和平成の技という展示会なんですけど、その展示会のキャッチコピーがエヴァの原点はウルトラマンと巨神兵なんですよねそしてこのキャッチコピーをご本人は完全否定してないので、なのでこの巨神兵は本当にエヴァンゲリオンの原点と言っても過言じゃないんですよ。そしてその庵野秀明さんといえば映画シン・ゴジラの総監督ですよね。なのでシン・ゴジラとも似ている部分が随所にあるんですよ。ちょっと長くなりましたが、その辺はね、巨神兵のフィギュアを見ながら見ていきましょう。まずこの顔面、ちょっとヘルメットを深くかぶったようなそんな造形をしてますよね。そして骸骨っぽさもあるし、虫っぽさも感じるんだよね。でね、前から見るとウルトラマンっぽさもあるよね、目とかね。それでいてやっぱりエヴァに似てますねてかエヴァ初号機の外皮を全部剥いだら巨神兵になりそう。エヴァの骨って感じ。そして瞳はクリア成形になってて少し黄色っぽいかな。劇中では緑っぽかったんだけど黄色っぽい輝きを放ってますね。で、ちょっと分かりますかね、2段構造になってるんですよね。段があるというかちょっと眠そうに見えるというかね、そんな独特な形をしています。そしてこの下顎を覆いかぶすように生えた歯、これすごいよね。ちょっと出っ歯っぽく見えないそして口の可動はこんな感じで開きますね。下の牙がいびつに生えてる感じは真のゴジラさんを少し彷彿させますよね。ちなみに口の中はこんな感じで空洞で作られているわけではありません。そして可動はここがボールジョイントになっていて、こんな感じで上下、そしてこんな感じでグリ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 回すことで様々、ちょうどよかった。しっかりボールジョイントですね。っていうかこんな形になってたんですね。穴がありますね。不思議な形だ。本当に様々な表情をつけることが
できますね。で、首の根元はリボルバージョイントになっていて、こう上下の一方向にしか動きません。可動域はこれぐらいですね。巨神兵特有のぬっと首を突き出したポーズは再現できますね。そしてこの首はこんな感じでひねることはできるんですよね。なのでひねりによるポージングっていうのは可能ですね。そしてこの独特なボディ、この脇腹あたりを見ると筋繊維がむき出しになったかのような、人間のようなボディにも見えるんだけど、なんか創造物にも見えるんだよな。千手観音のような人々が作り上げた複雑な造形物というか、ちょっと宗教感があるような、そんな造形に見えますね。てか劇中よりもより細かく造形されてるような気がするな。そしてここに角のような突起がね2つあるんですよね。これはクリア成形になってて非常に綺麗です。しかも表面にはひび割れたような造形もあって非常に細かい。そして胴体の関節はここに1つボールジョイントがあって、上下斜めこんな感じでね、ぐりぐり自由に動かすことができます。個人的にはこんな感じでやや猫背なポージングを取ることができるのが嬉しいですね。そしてこの長く不気味な手、足と同じぐらいの長さあるからね。肩から背中にかけてクリアの角があって、この腕はボディ同様筋繊維がむき出しになったような、コオロギのようなそんな表面をしてますね。そしてこの長い指、ここは本当に骸骨のような手をしてますよね。で、指が5本あって人間なんだよね、この辺は。不気味だ。で、可動はまず肩がリボルバージョイントになっていて、まず根元部分はね、こんな感じでグリグリ動かすことができます。根元を見るとこんな感じで、ここはね、一方向にしかこんな感じで動かないんだけど、この根元からグリって回してやると、こうやってね、横に動かすことができるので、結構自由度は高いんですよね。そしてここの関節もリボルバージョイントになっていて、こんな感じで一方向の可動なんですが、ここ根元をこうやってねひねることによって様々なポージングを取ることができるので、なかなかな可動だと思いますね。そして手なんですが、手もこんな感じで回したり、こんな感じで折りたたんだり上に上げたりとか、十分な可動ですね。こんな感じでウルトラマンっぽいポーズも取ることができるね。スペシウム光線だって打てちゃいます。こんな感じでエヴァ初号機のパレットライフルも持たせることができます。こうやるとなんかターミネーターの世界だね。そして足、この足も腕同様非常に不気味なね、筋繊維がむき出しになったような表面をしていて、まためちゃくちゃ長いんですよね。ただなんかしなやかで美しいよね。ふくらはぎとかもしっかりある感じで人間だね、ほんと。足の先はこんな感じで指がちょっと折りたたまれてる感じで、この辺も不気味で気持ち悪いね。足の関節は根元がまずボールジョイントになっているので、こんな感じで開いたり閉じたり、上下回したりねすることができます。そして膝部分はリボルバージョイントになっていて、こんな感じで伸ばしたり、結構やばい方向に行くね。で閉じたり、閉じるのは90度ぐらいかな。一方向に動かすことができます。あとここをこんな感じでひねることはできますね。そして先端もリボルバージョイントになっていて、こんな感じで上下の角度付けはすごいな。こうやって回すこともできます。足の裏もこんな感じでしっかり造形されてます。このなんかくぼみみたいなものがめちゃくちゃリアル。はい、そしてこの背中、この角のクリアへの絶妙なグラデーションがめちゃくちゃかっこいい。この根元のひび割れたような造形も素晴らしいし、そしてここね、この人間の背骨のような造形、そしてちょっと背びれにも見えるんだよね。うわー、不気味だな。そしてここね、ここに台座を突き刺す穴がありますね。こんな感じですね。このお尻もキュッと引き締まって上に上がってていいですね。でフィギュア自体が結構軽いので、こんな感じで台座でね空中に浮かせることも可能なんですよね。保持力は結構あるかなといった感じですね。終わった。でね、この背骨のラインとかさ、全体的なフォルム、エヴァに似てるって話したけど、あれを思い出しませんか？そう、こちらシン・ゴジラ凍結バージョンの尻尾の先端のここ、ゴジラ第5形態なんて言われ方もしているこいつにめちゃくちゃ似てるんですよ。この頭の造形とか、この肩の突起とかね、この全体的なフォルムそっくりなんだよね。で実は巨神兵東京にあるあるの巨神兵とシン・ゴジラのイメージデザインが前田真宏さん、そして造形が竹谷隆之さんと同じ方が作ってるんですよ。なのでちょっとね似てるところがあるんじゃないかなと思うわけです。なのでシン・ゴジラの尻尾から出てきたのが
この巨神兵でこう2つの世界はつながってるんじゃないかっていう噂というかね、都市伝説があったりしたんですけど、個人的にはないとは思ってるんですけど、そうやって妄想させるのが夢があるというかロマンがありますよね。でこの巨神兵はこの首を取り外すことができます。そして付け替えパーツをはめると全てを焼き払うプロトンビーム。いや来たー。これがねめちゃくちゃかっこいいんですよ。劇中でおもむろに口を開けたと思ったら、この中のね、わかります？ここがね、機械みたいになってて、グイーンってね、回り出して、パカって開いて、ピューンってビームを放つんだけど、めちゃくちゃかっこいいの。で、それが、このシン・ゴジラの内閣総辞職ビームこと、熱線とめちゃくちゃ似てるんですよ。ていうかね、ほぼ同じなんです。で、今回熱線パーツはついてなかったので、こんな感じで、シン・ゴジラの熱線でね代用してますけど、本当にこんな感じ、ピューンで伸びていってビルをスパスパ切る感じとかさ、もうね本当に圧巻なんですけど、そのシーンが。なのでシン・ゴジラのあの熱線の原点はこの巨神兵なんですよね、おそらく。だからあのシーン見てない方はもうぜひ見ていただきたいですね。でこうやって口を開くとね、上のこのいびつな歯がね、よりシン・ゴジラっぽく見えません？なんかねでこの部分はクリア成形になってて、非常に美しいですね。いやー、これラストシーンを思い出すな。これから始まる日の7日間だ。でちなみにこのパーツに変えると頭部のここの可動はなくなって首だけになります。そして付属パーツでこちら光の杖がついていて、これはまずこの腕を取ってこの握り拳パーツに変えます。そして杖のこの上にグリップがある方をスル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 っと拳に入れていきます。そしてもう片方をこんな感じではめます。そうすると光の杖を持って歩いてくる巨神兵の完成かー。やばいね、これ不気味だ。で杖が結構長いのよ。ここまでありますからね。でこんな感じで増やせば劇中再現ですね。迫り来る巨神兵、トラウマだでもこのシーンはね、ナウシカとかでもあまりにも有名ですよね。でもやっぱ歩いてくるこのなんかポージングが取れるのがいいね。こんな感じで美しい。いやなかなかの再現度じゃない？これがね無数に出てくるわけですよ。もうあのシーンは絶望以外の何物でもなかったよね。もう本当にこんな感じ、周囲が炎に包まれていて、まさにこの世の終わりで、さらにこちら光の角パーツが付属されていて、まずこの肩をこんな感じで外して、ここのかぶせを取ります。でこの肩の穴の方に先にこれをはめます。こんな感じで。でその際にこのできるだけ根元を持って入れましょう。この辺を持つと折れる可能性があるので。でこういう状態にしたら最後にこの腕をはめます。これを左右でやると飛翔する巨神兵の完成。うわ怖っいや雰囲気出るね。でこのポーズの場合は若干前傾姿勢にすることによって地上に舞い降りたようなポーズを再現することができますね。こんな感じでつま先を足にかける感じで。いやーいいね、かっこいい。でさっきの肩のこの4つの角がビヨーンって伸びてこの形になったんでしょうね。でこれ翼のような役割を果たしてると思うんですけど、ここはねなんか膜みたいな感じだと思います。光の余韻というかね、それが再現されてますね。この彩色からこのクリアへの移り変わり、非常に美しいです。翼をつけた状態でもこんな感じで浮きますね。若干でもペチャンってなるか。角度によっては浮くっていう感じかな。でもなんかこっちの方が良くない？後ろに飛んできたやつがいるみたいなさ。素晴らしいね絶望だ。でちなみにこんな感じで台座用のアームもついていて、これを台座の先端にはめて胴体を挟んでこんな感じで支えてやれば、映画冒頭で東京の街を覆い尽くすように浮いていたこのシーンを再現することができます。いいですね。ちょっと顔もうちょっとね上に上げられればいいんだけど、いやこのシーンはあまりにも衝撃だったよね。ここに東京の街が広がってんだけど、これめちゃくちゃでかいんですよ。もうねゴジラどころじゃない、1キロぐらいあるんじゃないかなっていうぐらいの大きさなんですよね。ちょっと街のジオラマが欲しいけども、こんな感じ。もっともっとでかいからね、これがもっと米粒ぐらいの大きさなんだけど、いいじゃん、結構様になってる。こういう感じ、こういう感じ。素晴らしい素晴らしい。ピクリとも動かず、ただひたすら浮いてるだけなんだよね。これがめちゃくちゃ不気味なんですよただこれから絶対にやばいことが起こるなっていうのはわかるんですよね。
そして今回こちらも購入しました。冒頭でお話しした館長庵野秀明特撮博物館ミニチュアで見る昭和平成の技の会場限定カプセルトイ1回500円の全3種で蓄光バージョンが3種類あるんですけど、今回はカラーバージョンを3つ購入しました。まずこの子、これをここにはめんのかな。これはまさにプロトンビームを発射しているシーンじゃない？これは熱いな。やばい。でこのリングの中にこれを入れんのか。こんな感じか。いいね。でこれを口の中にぶち込むと、そうするとプロトンビーム発射の完成。わあ、このビームが青色でなんか非常に美しいね。綺麗でミニチュアだけど結構でかいからめちゃくちゃ迫力がある。わあ、彩色とかもねすごく丁寧。あ、こことここの素材違うな。この体は光沢感あるんだけど、この炎の部分はマット彩色ですね。この辺の質感の使い分けも、わあ、後ろがめっちゃかっこいい。これの全体造形見てみたいね。サイズはこんな感じでカプセルの方が若干でかいですね。で続いてこちら、これはいいぞ、鳥居が出てきたあのシーンじゃないか。でこいつをここに入れるのか。よいしょ。巨神兵現る。いやー、これすごい。地上に降り立ったシーンだね。この鳥居が結構印象的だった。てかこの鳥居とこの巨神兵と奥のビルがこんなコンパクトになってて、しかもそれが遠近法でさ、しっかりとジオラマになってて成立してる。素晴らしい。この鳥居のマットな質感いいね。そしてこの巨神兵のまた不気味な感じがね、ボディのグラデーションとか非常に綺麗だし、ちょっとぬめっとした質感がやっぱりいいね。わあ、背中の造形も細かいな。あれちょっとこれ折れてんのかな折れてるね。まあ仕方ないか。奥のビルもね細かく作られてますね。そして下は煙になってるのかな。ちょっとここ破片があったので接着剤でつけました。よかった。サイズはこんな感じで、ちなみにこちらの2体は榎木智秀さんっていう方が造形されたんですけど、最後のこちらは竹谷隆之さん直々に造形されたものらしいです。これも巨神兵ですね。よっしゃ。フィギュア自体もね PVC なんでしょうけど、すごくしっかり作られてますね。で杖はねここにつけた方が良さそうですね。よし。でからこの巨神兵を台座につけるか。でこれをかぶせると。で最後にこのビルをここに入れると、こちら焦土の完成。焦土っていうのは草木や家などが焼けてしまった土地っていう意味らしいんですけど、この赤色がそれを表してますよね。この辺、これトラックとか車か。もう真っ赤になってるね。オレンジ色かな。地面も炎で渦巻いてるような感じで、むごたらしい凄惨な現場ですわ。でこの炎のグラデーションがめちゃくちゃリアル。この巨神兵のさ、どんどん茶色くなっていく感じで、背中あたりはまたちょっとね赤みが強いんですよね。恐れ入るわ、この造形。これが500円ですからね。想像でするクオリティ。牙とかもねちゃんと独立していて非常にいいね。中もしっかり丸い穴が造形されてますね。これが何体も欲しいね。そしたらあのシーンを再現できる。これ本当に炎が照ってるみたいだもんね。素晴らしい。いやこれ前々から気になってたけど、本当に買ってよかったわ。満足です。はい、というわけで今回は巨神兵東京に現るから巨神兵のフィグマ、そして会場限定カプセルトイベネットをご紹介させていただきました。この巨神兵東京に現るっていう映画は本当10分ぐらいの短編映画なんですけど、本当にすごいの。何がすごいって CG が一切使われてないんですよ。特撮技術とデジタル合成のみで撮影されてるんですよね。だからもう本当にね、巨神兵が動いてるんですよ。そこにいる感じがするんですよ。でミニチュアとかもめちゃくちゃリアルだし、爆発とかもね迫力があるし、特撮の技術を現代に落とし込んだらこうなるんじゃないかって思わせてくれるような映像なんですよね。プロトンビームによる核爆発のシーンとかも CG じゃなくて綿とかをね利用してね再現してるんですよ。これを本当に120分とかで見てみたいような。いやでもこれは10分に凝縮されてるからいいのかもしれません。でこの映画で一番好きなのが最初の 1,2 分なんですよね。それこそさっき巨神兵が浮いてたシーン、あそこまでがめちゃくちゃ好きで、これからとてつもなくやばいことが起こるぞっていうそこの表現方法がもう何とも言えないんだけどすごく好きで、その辺もね注目して見ていただけるとねいいかなと思います。ちなみに映像はエヴァンゲリオン新劇場版9に収録されてるので、これをね
購入かレンタルして、ぜひぜひ本当に見てみてください。僕のチャンネルを見てくれてる人は絶対に好きなはず。間違いないから保証します。はい、そんな感じで、庵野監督といえば、来月かな、もう新エヴァンゲリオンが公開されますが、めちゃくちゃ楽しみですね。まだまだエヴァシリーズは勉強中なんですが、本当に来年が楽しみです。はい、そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた。バイバイ。